好かれる人には無意識の共通点がある。あなたがどれだけ努力しても、なぜか嫌われることがある。逆に、特別なことをしていないのになぜか誰からも好かれる人がいる。その違いは、生まれつきの性格じゃない。ちょっとした習慣の積み重ねだ。その人たちは、自分でも気づかないうちに、人の心をつかむ行動を自然に選んでいる。意識しなくても周囲に安心感を与え、言葉を選ばずとも信頼を集めていく。あなたの周りに、そういう人はいないだろうか。争わず、押し付けず、それでも誰からも好かれていく人。もしあなたも、その無意識の共通点を手に入れたいなら、この10個の習慣を絶対に見逃さないでほしい。自分の話より相手の話を掘り下げる。好かれる人に共通する習慣の一つが、話し上手ではなく聞き上手であること。でも、ただ黙ってうなずいていればいいという話ではない。相手の言葉を興味と関心を持って、まるで掘り出し物のように扱う。それが本当に好かれる人の聞き方だ。例えば、相手が昨日、面白い映画を見たと言ったとき、あなたはどう反応するだろうか。へえ、何の映画と深掘りするか、それとも自分もこの前ねと自分の話にすり替えるか。前者には会話を育てる力がある。後者には会話を止める力がある。好かれる人は無意識に前者を選んでいる。なぜなら、人は理解されたい、聞いてほしいという欲求を誰もが心の奥に抱えているからだ。私はあなたの話に興味があります。このメッセージが言葉ではなく態度で届いたとき、相手の心は静かに開いていく。しかも、この習慣は誰でも今すぐ始められる。必要なのは、ちょっとした質問力と待つ力だけだ。どう感じた？それって、どんな意味だったの？この一言が、相手にとってどれほど嬉しいか。それは、君の言葉を、ちゃんと受け止めてるよという、目に見えないプレゼントになる。だからこそ、好かれる人は語らない。焦らず、相手の言葉に余白を残しながら、静かに深く、耳を傾けている。その姿勢こそが、言葉以上に強く、この人ともっと話したいと思わせる力になるのだ。ありがとうというタイミングがうまい。ありがとうなんて、誰でも言える。そう思っている人ほど、肝心な時に、その一言を飲み込んでしまう。好かれる人は、感謝を後回しにしない。言うタイミングが、絶妙なのだ。特別なサプライズをされた時だけじゃない。むしろ、何気ない場面でこそ、さりげなく、まっすぐ伝える。ドアを開けてくれたとき、メッセージを返してくれたとき、忙しい中で少しでも気にかけてくれたとき、そんなつい見過ごしてしまう瞬間に、自然にありがとうを添えられる人は、それだけで人間としての深みを感じさせる。心理学では、こうした感謝の表現が、相手の自己肯定感を高め、信頼と絆を深める強力な触媒になることが、繰り返し証明されている。しかも、人は自分が感謝された内容を、なぜか長く覚えている。つまり、ありがとうの記憶は、関係を温め続ける静かな熱源なのだ。だからこそ、好かれる人は知っている。タイミングの早い感謝が、関係の温度を一段上げてくれること。無理に飾らなくてもいい。気の利いた言葉なんて、必要ない。ただ、その瞬間に感じたありがたさを、その場でポンと差し出すだけでいい。たった一言が、あなたという人間を、誰よりも印象深く、優しく記憶に残す。そのありがとう。あなたは最後にいつ、口にしただろうか。噂話に乗らない。その場の空気に合わせて、誰かのことを少し笑いながら話す。そんな小さな共犯関係が、仲良しの証みたいに感じてしまう瞬間がある。けれど本当に好かれる人は、その輪に加わらない。笑顔のまま、静かに線を引く。それは、正義感からでも、理想論でもない。ただ、心の奥で分かっているのだ。他人を軽く扱う人間は、いずれ自分も軽く扱うと、誰より相手に伝わってしまうこと。人は、あなたの知性や能力よりも、いない人をどう語るかを見ている。そこで感じた品格は、沈黙よりも雄弁に、あなたの人間性を語っていく。しかも、噂話に共鳴する人間関係は、脆い。盛り上がるときは早いが、崩れるときも一瞬だ。信用の土台が、ネガティブな感情の上にあるからだ。対して、好かれる人はその逆を選ぶ。目の前にいない誰かのことを、決して悪く言わない。むしろ、何か一つでも肯定的な言葉を返す。すると、不思議なことが起こる。その場にいた人たちが、その人に対する印象までも、自然と変わっていくのだ。そして同時に、その姿勢を持つあなたへの信頼も、静かに、確実に積み上がっていく。本物の人望とは、誰も見ていない場所で、誰をどう扱うかで決まる。それを知っているからこそ、好かれる人は、噂話という薄い刺激に、決して流されない。忙しい時ほど、
余裕のある態度を見せる。人の本性は余裕がない時に現れる。焦っている時、予定が詰まっている時、疲れが溜まっている時、そんな時にこそ無意識に出た一言や態度が周囲の記憶に深く刻まれてしまう。好かれる人はそのことをよく知っている。だからこそどれだけ忙しくても相手をせかさない、声を荒げない、表情を緩める余白を忘れない。それはいい人ぶっているのではない。ただ自分のコンディションを他人にぶつけないという強さを持っているだけだ。実際余裕のある態度は周囲に安心を与える。この人となら大丈夫だ、そう感じさせる空気がその人の周囲に自然と生まれていく。心理学ではこれを情緒的安定性と呼び、人間関係の信頼構築において最も強い影響力を持つ要素の一つだとされている。しかも余裕というのは何かを我慢することではない。むしろ呼吸を整えることに近い。呼吸が浅くなると心も狭くなる。だからこそ好かれる人は知っている。一瞬立ち止まることの意味を。一呼吸で人は変われることを。本当の余裕とは時間のあるなしではなく心の持ち方に宿るものだ。慌ただしさに追われている時こそ一歩だけゆっくり歩いてみる。その一歩に人は安心し惹かれていく。人の変化に気づける。好かれる人は人の中にある小さな変化に敏感だ。髪を切ったこと、声が少し低いこと、いつもより返事が短いこと、それは鋭さではない。思いやりのアンテナが日常のささやかな違和感をちゃんと拾っているだけ。そしてそれにすぐ言葉をかける必要もない。大事なのはその変化を見逃さなかったことそのもの。人は誰にも気づかれないまま変化すると自分が薄れていくような不安を抱く。でも誰かがちゃんと気づいてくれるとき、そこに存在を肯定された感覚が生まれる。それが深い安心感になる。しかも変化に気づくということは普段から見ているということの証明でもある。観察されているのではなく心を向けられているという感覚、それこそが好かれる人が無意識に与えている贈り物だ。そしてもう一つ、変化に気づける人は相手が言葉にできない感情の揺れにも敏感だ。今日はちょっと疲れてる、なんか元気なさそうだね、その一言に救われる人は少なくない。誰にも気づかれなかった沈黙のサインを静かに拾い上げてくれる人、その優しさに人は心を預けたくなる。気づける力は聞く力でもあり感じる力でもある。それは誰にでも持てるものではないが、意識すれば誰にでも育てることはできる。ほんの少し目を向けてみるだけでいい。相手の中のいつもと違うをちゃんと受け止める習慣を持つこと、それだけであなたの周りにある人間関係の温度は確実に変わっていく。人を否定しない。誰かの意見にそれ違うと思う、でもさ普通こうじゃない、そう返すのはほんの一瞬の判断かもしれないけれど、たったそれだけで会話の流れはすっと冷めてしまう。好かれる人は相手の言葉を真っ向から否定しない。どれだけ考えが違ってもそういう考え方もあるんだねと一度そのまま受け取る。それは自分を曲げることではない。まずは相手の世界を理解しようとする姿勢、それを見せられる人に人は心を開く。心理学ではこれを共感的理解と呼ぶ。否定されると人は思考を閉じ、受け入れられると心が自然にほどけていく。さらに言えば人は自分と違う考えを持つ人よりも違いを受け入れてくれる人に強く好意を感じるというデータもある。好かれる人はこの原則を理屈ではなく感覚で知っている。だから会話の中で相手の言葉を切らない。すぐに意見をかぶせず少しの間を残して相手の思いを受け止める。もし反対の意見があったとしてもそういう視点もあるんだねと認めた上で、自分はこう考えてると静かに差し出す。その丁寧なやり取りがただの会話を信頼ある対話に変えていく。人を否定しないという習慣は優しさではなく人間理解の深さの証。その奥にあるのは誰もが自分の正しさを信じて生きているという前提を忘れない心だ。だからこそ好かれる人の言葉は柔らかくて強い。違いを断ち切るのではなく違いをつなぐために言葉を選んでいる。自分の欠点を笑える完璧な人間を誰も本当の意味では好きになれない。それは近寄りがたさであり人を安心させる余白がないからだ。好かれる人は自分の欠点をあえて隠そうとしない。むしろそれを笑って話せるだけの余裕と強さを持っている。昔から方向音痴でさ、緊張するとすぐ噛んじゃうんだよね。そんな小さな自分のダメな部分をさらっと話せる人に人は不思議と心を開いてしまう。心理学ではこれを自己開示と呼ぶ。自分の弱さを見せることで相手にも安心感と共感を生み出す効果がある。特に自虐ユーモアという形で軽やかに欠点を話す人には知性と余裕を感じさせる力がある。それは自己評価の土台がしっかりしているからこそできる表現でもある。そして何より自分の欠点を笑える人は
他人の欠点にも寛容だ。だからこそ、人はその人のそばで無理に背伸びをしなくて済む。飾らなくていい。比べなくていい。そんな空気が信頼と好感を生む。完璧を見せつけるのではなく、不完全さを共有できること。それが人と人の間に深いつながりを生む唯一の道なのかもしれない。好かれる人は自分の全てを好きになったわけじゃない。ただ、自分の中の情けない部分すらもう責めていないだけだ。その静かな需要が人に安心を与える温かさになっていく。話していて安心できる空気がある。言葉そのものよりもその場に漂う空気が人の心を動かすことがある。好かれる人には特別な話術があるわけじゃない。けれど、その場にいるだけでなぜか安心できる空気がある。せかさない、遮らない、見下さない。その空気は技術じゃない。相手の感情をちゃんと尊重しようとする心の姿勢から生まれるものだ。話していてホッとする人は無意識のうちにいくつものことをしている。声のトーンを柔らかく保ち、相手が話しやすいテンポに合わせ、沈黙すら無理に埋めようとしない。それだけでこの人の前では自分らしくいていいというメッセージが言葉なしに伝わっていく。心理学ではこの安心感を安全基地と呼ぶことがある。心が疲れているとき、その人の存在に触れるだけで不思議と落ち着いてくる。そんな関係にはこの空気が流れている。また、好かれる人は相手の言葉だけでなく気配を感じ取る。言葉の裏にある迷い、不安、喜び、そうした感情の微細な揺れに対してただ静かに寄り添う。そして大抵の場合、そういう人は多くを語らない。けれど、その沈黙が苦にならない。むしろ心が落ち着いていく。人は賢い人より安心できる人のそばにいたくなる。その安心感は論理ではなく態度が作る。だからこそ好かれる人の周りには言葉よりも深い信頼が静かに流れている。相手の時間を尊重する。誰かと信頼を築く上で最も見落とされがちで最も誠実さが現れるのが時間の使い方だ。好かれる人は相手の時間を奪わない。それは約束の時間を守ることだけじゃない。返信を待たせすぎない。話が長くなりすぎない。急に呼び出さない。相談するときは今いいと一言添える。こうした小さな行動の積み重ねがあなたの時間を大切にしていますという無言の敬意になる。時間は命そのものだ。だからこそそれを雑に扱う人にはどれだけ言葉を尽くしても信頼は生まれない。逆に好かれる人は相手の忙しさや心の余白をちゃんと想像してから言葉を選ぶ。例えば LINE を送るとき、相手の状況をふと思い浮かべる。今疲れてないかな。すぐ返さなくていいように伝え方を工夫しよう。その思いやりはたとえ相手に気づかれなくても空気として伝わる。言葉のトゲがなくなり会話に優しさがにじみ出る。また好かれる人は待つ時間さえも整える。遅れた時に不機嫌を見せず相手の事情を理解しようとする。その間の過ごし方にも人格が現れる。心理学ではこうした行動を時間的配慮と呼び、人間関係の摩擦を最小化する効果があるとされている。つまり相手の時間を尊重するということは目に見えない形でその人の人生を大事にしているということ。そしてその姿勢は信頼となって返ってくる。ゆっくりとでも確実に。誰に対しても態度を変えない。本当に信頼される人は相手によって態度を変えない。上司の前では丁寧なのに後輩には存在。異性の前では優しいのに同性には冷たい。そんな場の使い分けはすぐに見透かされる。人は言葉よりもその人の扱いの一貫性を見ている。好かれる人は目の前に誰がいても変わらない。相手の肩書きや立場ではなく一人の人間として誠実に接する。それは偽らない強さであり、同時に他人の尊厳を守ろうとする静かな優しさでもある。例えばコンビニのレジでの一言、飲食店での会釈、タクシーの運転手との短い会話、こうした関係性の浅い相手への態度にこそその人の本性がにじみ出る。誰も見ていないところで変わらず丁寧に振る舞える人、見返りのない場面でも自然体で礼を尽くせる人、そういう人には言葉にできない安心感がある。しかも一貫した態度を持つ人は周囲からの信頼がぶれない。あの人は誰に対しても誠実だよね。その評判は小さな行動から静かに育っていく。心理学ではこれを行動の整合性と呼ぶ。他人との関係を築く上で最も重要な信頼の基盤とされている。一貫性は技術ではない。それはどんな相手にも敬意を忘れないという生き方そのものからにじみ出る。だからこそ好かれる人は誰にでも同じように接する人として覚えられる。それは強さと優しさを同時に持ち合わせた人にしか生まれない空気だ。誰かに好かれたいと思うことは弱さじゃない。人を大切にしたいという心の自然な形だ。だからこそ無理に変わろうとしなくていい。ただ今日から
たった一つの習慣を意識するだけでいい。好かれる人になるということは、他人の目に合わせることじゃない。自分の内側にある優しさや誠実さをきちんと行動に移すことだ。その積み重ねが、静かに、確かに、あなたの人間関係を変えていく。そしていつか、あなたのその生き方が、誰かにとっての憧れになっていく。